皆さん、こんにちは。今日は日本の七夕についてお話しします。七夕は毎年7月7日に行われる日本の伝統的なお祭りで、特に星に関連する文化です。このエピソードを通して、七夕の起源や伝説、そして現在の七夕の楽しみ方まで詳しく紹介したいと思います。外国の方々にも興味深い内容だと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。まず、七夕の起源についてお話ししましょう。七夕はもともと中国から伝わった祈光殿という祭りが起源とされています。この祭りは織物の技術を上達させることを願って、女性たちが織物や針仕事をしながら星に祈りを捧げるものでした。日本ではこれが徐々に星にまつわる別の伝説と結びつき、現在の形になりました。その伝説の中でも最も有名なのが織姫と彦星の物語です。織姫は天の川を渡って美しい織物を作る神様で、彦星は天の川の対岸に住む牛飼いの神様です。二人は非常に愛し合っていましたが、二人が一緒に過ごす時間が足りないと感じていました。神様が彼らの悲しみを見て、一年に一度だけ7月7日に再会することを許したのです。織姫と彦星の再会には、天の川を越えなければならないという障害があり、そこにはカササギと呼ばれる鳥が登場します。このカササギの羽が架け橋となり、二人が無事に渡れるように助けるという話です。七夕の夜は、この二人が無事に再会できる日とされていて、日本の文化に深く根付いています。日本では、七夕の伝統的な祝い方がいくつかあります。まず最も重要なのは、短冊に願い事を書いて竹の枝に飾ることです。この短冊は色とりどりの紙で作られ、願い事を書いて竹に吊るすことで、願いが叶うと信じられています。短冊には、学業成就や健康、恋愛成就など、様々な願い事が書かれます。特に子供たちは、学校の勉強やスポーツの上達を祈ることが多いです。竹に飾られた短冊は、風に揺れると、まるで天の川に浮かぶ星のように見えると言われています。また、七夕の日には笹の葉を飾る風習もあります。笹の葉は、神様が宿るとされる神聖な植物で、これに願い事を書いた短冊を吊るすことで、願いが届くとされています。地方によっては、笹の葉に加えて、様々な飾り物や紙細工が一緒に飾られることもあります。七夕の時期になると、特別な食べ物も登場します。その中でも有名なのはそうめんです。そうめんは細くて長い麺を使った料理で、織姫と彦星が再会するために長寿を願って食べられることが多いです。また、地方によっては、七夕用の特別な料理を作ることもあります。例えば、甘いお菓子や餅を食べる地域もあります。日本では、そうめんに加えて、星型の飾りをしたケーキや、涼しげなドリンクを楽しむこともあります。これらの食べ物は、七夕の夜を楽しく、涼しげに過ごすための重要なアイテムです。七夕は、現代においても多くの地域で盛大に祝われています。特に有名なのは、仙台で行われる仙台七夕祭りです。この祭りは、豪華な飾りで街を彩り、訪れる人々に七夕の魅力を伝えています。七夕の飾りには、竹を使った大きな装飾や、色とりどりの短冊が吊るされ、非常に美しい光景が広がります。また、最近では、商業施設やカフェでも七夕のイベントが開催され、短冊を書いたり、七夕にちなんだメニューを楽しむことができます。SNS でも、七夕の願い事を投稿したり、七夕の飾りをシェアしたりする人が増え、現代的な形で七夕を楽しむ風潮が広がっています。七夕は、日本独自の文化と思われがちですが、実は中国や韓国でも似たような祭りが存在します。例えば、中国では七夕節と呼ばれる祭りがあり、これは日本の七夕と非常に似ています。この祭りも、織姫と彦星にまつわる伝説が根底にあり、恋愛に関する儀式が行われます。韓国でも、地足という秋の収穫祭がありますが、これにも星に関連する伝説があります。これらの祭りは、七夕のように、星を見上げながら恋愛や家族の絆を祝うという文化が共通しています。七夕の祝祭は、単なるお祭りとしてだけではなく、日本の文化を深く理解するための大切なイベントです。星を見上げて願いを込めることは、希望や夢を大切にする日本人の心を象徴しています。また、
短冊を飾ることで、思いを形にして未来につなげようとする日本人の精神を感じることができます。もし日本に来る機会があれば、ぜひ七夕の時期に街を歩いてみてください。竹に飾られた短冊や、七夕の飾りが街を彩り、きっと素晴らしい体験ができることでしょう。七夕は、織姫と彦星の伝説から始まり、日本の文化に深く根付いたお祭りです。短冊に願い事を書き、星を見上げて愛と希望を祈る日。七夕は、単なる星を見上げるイベントではなく、文化的な深さと感動を感じさせる行事です。日本の七夕を体験することで、文化の一端を感じ取ることができるでしょう。それでは、今日はここまで。次回のエピソードもお楽しみに。皆さん、こんにちは。今日は、日本の七夕についてお話しします。七夕は毎年7月7日に行われる日本の伝統的なお祭りで、特に星に関連する文化です。このエピソードを通して、七夕の起源や伝説、そして現在の七夕の楽しみ方まで詳しく紹介したいと思います。外国の方々にも興味深い内容だと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。まず、七夕の起源についてお話ししましょう。七夕はもともと中国から伝わった祈光殿という祭りが起源とされています。この祭りは織物の技術を上達させることを願って、女性たちが織物や針仕事をしながら星に祈りを捧げるものでした。日本ではこれが徐々に星にまつわる別の伝説と結びつき、現在の形になりました。その伝説の中でも最も有名なのが織姫と彦星の物語です。織姫は天の川を渡って美しい織物を作る神様で、彦星は天の川の対岸に住む牛飼いの神様です。二人は非常に愛し合っていましたが、二人が一緒に過ごす時間が足りないと感じていました。神様が彼らの悲しみを見て、一年に一度だけ7月7日に再会することを許したのです。織姫と彦星の再会には、天の川を越えなければならないという障害があり、そこにはカササギと呼ばれる鳥が登場します。このカササギの羽が架け橋となり、二人が無事に渡れるように助けるという話です。七夕の夜は、この二人が無事に再会できる日とされていて、日本の文化に深く根付いています。日本では、七夕の伝統的な祝い方がいくつかあります。まず最も重要なのは、短冊に願い事を書いて竹の枝に飾ることです。この短冊は色とりどりの紙で作られ、願い事を書いて竹に吊るすことで、願いが叶うと信じられています。短冊には、学業成就や健康、恋愛成就など、様々な願い事が書かれます。特に子供たちは、学校の勉強やスポーツの上達を祈ることが多いです。竹に飾られた短冊は、風に揺れると、まるで天の川に浮かぶ星のように見えると言われています。また、七夕の日には笹の葉を飾る風習もあります。笹の葉は、神様が宿るとされる神聖な植物で、これに願い事を書いた短冊を吊るすことで、願いが届くとされています。地方によっては、笹の葉に加えて、様々な飾り物や紙細工が一緒に飾られることもあります。七夕の時期になると、特別な食べ物も登場します。その中でも有名なのはそうめんです。そうめんは細くて長い麺を使った料理で、織姫と彦星が再会するために長寿を願って食べられることが多いです。また、地方によっては、七夕用の特別な料理を作ることもあります。例えば、甘いお菓子や餅を食べる地域もあります。日本では、そうめんに加えて、星型の飾りをしたケーキや、涼しげなドリンクを楽しむこともあります。これらの食べ物は、七夕の夜を楽しく、涼しげに過ごすための重要なアイテムです。七夕は、現代においても多くの地域で盛大に祝われています。特に有名なのは、仙台で行われる仙台七夕祭りです。この祭りは、豪華な飾りで街を彩り、訪れる人々に七夕の魅力を伝えています。七夕の飾りには、竹を使った大きな装飾や、色とりどりの短冊が吊るされ、非常に美しい光景が広がります。また、最近では、商業施設やカフェでも七夕のイベントが開催され、短冊を書いたり、七夕にちなんだメニューを楽しむことができます。SNS でも、七夕の願い事を投稿したり、七夕の飾りをシェアしたりする人が増え、現代的な形で七夕を楽しむ風潮が広がっています。七夕は、日本独自の文化と思われがちですが、実は中国や韓国でも似たような祭りが存在します。例えば、中国では七夕節と呼ばれる祭りがあり、これは日本の七夕と非常に似ています。この祭りも、
織姫と彦星にまつわる伝説が根底にあり、恋愛に関する儀式が行われます。韓国でも、チュソクという秋の収穫祭がありますが、これにも星に関連する伝説があります。これらの祭りは、七夕のように、星を見上げながら恋愛や家族の絆を祝うという文化が共通しています。七夕の祝祭は、単なるお祭りとしてだけではなく、日本の文化を深く理解するための大切なイベントです。星を見上げて願いを込めることは、希望や夢を大切にする日本人の心を象徴しています。また、短冊を飾ることで、思いを形にして未来につなげようとする日本人の精神を感じることができます。もし日本に来る機会があれば、ぜひ七夕の時期に街を歩いてみてください。竹に飾られた短冊や、七夕の飾りが街を彩り、きっと素晴らしい体験ができることでしょう。七夕は、織姫と彦星の伝説から始まり、日本の文化に深く根付いたお祭りです。短冊に願い事を書き、星を見上げて愛と希望を祈る日。七夕は、単なる星を見上げるイベントではなく、文化的な深さと感動を感じさせる行事です。日本の七夕を体験することで、文化の一端を感じ取ることができるでしょう。それでは、今日はここまで。次回のエピソードもお楽しみに。